ランリュックが誰もいない山の中にポツンと落ちていたのだ。その場所は前日までに3回も捜索された山中だったのだ。なぜ今まで見つからなかったのか誰も答えられなかったのだ。3回も捜索したのに見つからなかったの？そして数日後、今度は靴が別の山中で発見されたのだ。ランリュックとは直線距離で約5キロも離れた場所だったのだ。靴とランリュックが5キロも離れた別々の山で見つかったってこと？それどういうことなの？11歳の少女の所持品がなぜ離れた山中に散らばっていたのか、そして彼女はあの朝一体何に巻き込まれたのだ。2026年3月23日の朝、11歳の少女は忽然と姿を消したのだ。その日から京都府南丹市に長い沈黙が続くことになったのだ。11歳の女の子が突然いなくなってしまったのね。被害者は足立由紀さん、当時11歳、南丹市立園部小学校の5年生だったのだ。クラスメートによると、明るく友達思いで休み時間にはよく友人の輪の中心にいたそうなのだ。ごく普通の小学5年生だったのね。その朝、ゆきさんの父親は午前8時頃、学校付近まで車で送り届けたと説明しているのだ。降車地点から校舎まではわずか150、200メートル、数分もあれば着ける距離だったのだ。たった150、200メートルの距離で何かが起きたってこと？しかし周辺の防犯カメラには送り届けた様子が一切映っておらず、目撃情報もなかったのだ。ゆきさんはその短い道のりで誰にも見られることなく消えたのだ。防犯カメラにも映っていない。それ最初からおかしいとわからなかったのかしら？担任教員は午前8時30分頃にゆきさんの不在を把握したのだ。しかし欠席予定と勘違いし、母親への連絡は3時間以上後の11時50分頃になったのだ。3時間以上も放置されていたってこと？それはあまりにもおかしいわよ。母親への連絡を受けた警察は捜索を開始し、翌日から消防団やボランティアを含む延べ数100人体制で広域捜索を行ったのだ。しかし数日間、有力な手がかりは何一つ得られなかったのだ。何百人もの人が探したのに手がかりがなかったなんて。そして3月29日、親族が学校から西に約3キロの山中で黄色いランリュックを発見したのだ。驚くべきことに、その場所は警察が前日までに3回捜索していた場所だったのだ。3回も捜索した場所にランリュックがあったの？どういうことなのよ。さらに4月12日、小学校と自宅の中間地点の別の山中で黒いスニーカーと特徴が一致する子供用の靴が府警によって発見されたのだ。ランリュックとは直線距離で約5キロも離れた場所だったのだ。所持品が5キロも離れた別々の場所にある。これは一体どういう状況なの？ 11歳の少女の荷物がなぜ山中の複数の地点に分散して残されていたのか、この時点で捜査の性格は大きく変わり始めていたのだ。そして4月13日午後4時45分頃のことなのだ。南丹市園部町の山林を捜索していた警察官がついに遺体を発見したのだ。見つかったのね。どんな状態だったの？遺体は仰向けに倒れており、靴下は履いていたが靴はなかったのだ。着衣は行方不明当日のものと一致していたと報じられているのだ。埋められていたとかそういうことはなかったのかしら？土を掘り返した痕跡や遺体が埋められた様子はなかったとされているのだ。しかし死因は不詳と発表され、刺し傷や切り傷はなかったと警察は説明しているのだ。死因が不詳ってどういうこと？原因がわからないままということなの？そうなのだ。死因が特定できないという異例の発表がこの事件に大きな疑問を投げかけることになったのだ。そして4月15日、警察は足立由紀さんの自宅に対して家宅捜索に踏み切ったのだ。自宅を捜索したということは事件は家族の近くで起きたということなの？そして翌4月16日、南丹市に住む会社員足立正樹容疑者37歳が死体遺棄の疑いで逮捕されたのだ。足立正樹容疑者は由紀さんの父親だったのだ。お父さんが逮捕されたの？それは信じたくない事実ね。足立正樹容疑者は私のやったことに間違いありませんと容疑を認め、殺害についても認めていると報じられているのだ。また遺体を数箇所にわたって移したとも供述しているのだ。ランリュックと靴が5キロも離れた別々の場所にあったのは遺体を動かしていたからだったのね。おぞましいわ。警察は3月23日の朝まで由紀さんの生存を確認していたと明らかにしており、行方不明になったその日に何かが起きたと見られているのだ。学校に向かうはずだった朝に何があったのかしら？父親が小学校付近まで車で送り届けたと説明した一方で、その様子を捉えた防犯カメラ映像も目撃証言もなかったとされているのだ。降車地点から校舎までわずか150、200メートルの間で由紀さんは姿を消したのだ。父親の供述と現実の間に大きな食い違いがあるということよね。許せないわ。現在、足立正樹容疑者は検察庁に送致されており、
動機や詳しい経緯は今も解明の途上にあるのだ。なぜ父親が娘にこんなことをしたのか、その答えはまだ出ていないのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず整理したいのだが、この事件を事故として説明しようとするとどうしても説明がつかない点がいくつもあるのだ。僕はこれは最初から事件だったと思うのだ。どういう点が事故では説明できないの？一番大きいのは遺体が複数の場所に移されていたという点なのだ。事故であれば遺体がそのまま発見されるはずで、数箇所にわたって移したという行為は意図的な隠蔽としか考えられないのだ。確かに事故で亡くなったなら隠す必要なんてないわよね。次にランリュックと靴が直線距離で約5キロも離れた場所から別々に発見された点なのだ。荷物がこれほど離れた場所に散らばるのは自然に歩いていて事故に遭ったケースでは考えにくいのだ。でも結のぞみさんが自分で山に入ってしまって何らかの事故に遭ったという可能性はないかしら。その可能性を考えると、ランリュック発見前日まで計3回捜索されていた場所で翌日に突然見つかった事実が引っかかるのだ。捜索済みの場所に後から置かれたと見る方が自然だと思うのだ。つまり誰かが意図的にランリュックをそこに置いたということよね。それは恐ろしいわ。そして防犯カメラにも目撃者にも残っていない、送り届けたという供述なのだ。150、200メートルという短い距離の間で誰にも見られずに姿を消すというのはあまりにも不自然なのだ。学校のすぐそばで誰にも気づかれずに消えるなんて普通じゃ考えられないわ。これらの点を総合すると、3月23日の朝、ゆきさんが父親の車から降りることはなかった可能性が高いと僕は思うのだ。送り届けたという供述そのものが虚偽だったと見るのが最も自然な推論なのだ。そう考えると行方不明になった瞬間から父親が深く関わっていたということになるわね。僕はやっぱりこの事件は3月23日の朝から父親による意図的な犯行が始まっていたと思うのだ。事故の要素はどこにも見当たらないのだ。では事故の可能性についても一度きちんと検討してみたいのだ。もし結のぞみさんが車を降りた後に単独で山に入り事故に遭ったとしたら、ランリュックと靴が別々の場所で発見されたことをどう説明するのだ。直線距離で約5キロも離れた場所にそれぞれ別々に残されているのよね。子供が自分で置いていったとは考えにくいわ。しかも靴の発見地点は学校と自宅の中間地点なのだ。ランリュックは学校から西に約3キロの山中なのだ。荷物が意図的に分散されたように見えるのだ。事故で倒れた子が荷物を5キロも離れた場所に分けて残すなんてありえないわよ。これは明らかに誰かが動かしたとしか思えないわ。そして前日までに3回捜索された場所から4回目にランリュックが見つかっているのだ。これは遺体と同様に誰かが途中で移動させた可能性を強く示唆していると思うのだ。遺体も複数箇所にわたって移されたと父親自身が供述しているのよね。そう考えると荷物も同じように移動させられたと考えるのが自然だわ。死因が負傷、出刺し傷や切り傷がないという点について事故派の根拠として挙げる人もいるかもしれないのだ。しかしそれは必ずしも事故を意味しないのだ。外傷がなくても暴行や窒息など痕跡が残りにくい方法はあるわよね。死因不詳というのは原因がわからないということであって事故だったということにはならないわ。警察が3月23日の朝まで結のぞみさんの生存を確認していたと明らかにしているのだ。つまり事件が起きたのはあの朝だということになり、父親が送り届けたと主張する時間帯と完全に一致するのだ。家宅捜索が4月15日に行われたのも気になるわ。遺体発見の翌々日に自宅を捜索しているということは警察は早い段階から父親に焦点を当てていたということよね。これだけの状況証拠が重なった結果、父親自身が死体遺棄と殺害を認めているのだ。事故という可能性はもはや成立する余地がほとんどないと思うのだ。でも動機がまだ明らかになっていないわよね。なぜ自分の娘にそんなことができたのか、その部分だけはまだわからないままよ。そこが最も重要で最も辛い問いなのだ。ただ言えることはこの事件は偶発的な事故ではなく父親による意図的な犯行であると僕はやっぱり確信しているのだ。荷物の移動、供述の矛盾、防犯カメラへの不釣りが全てそれを物語っているのだ。私も同じ結論に至るわ。事故の可能性を示す要素は何一つ見当たらない。そう思うわ。11歳のゆきさんを守るべき立場にいた人間がなぜそうなってしまったのか、その真相が裁判で必ず明らかにされることを願うのだ。というわけで今回は11歳の足立ゆきさんが行方不明となり、その後遺体で発見された事件を解説したのだ。どうだったメタン？父親が娘を手にかけたという事実が何度考えても受け入れがたいわ。動機がまだ解明されていない分余計に心が苦しくなるわ。裁判でその真相が必ず明らかになってほしいと心から思うわ。ゆきさんはあの朝
いつもと変わらない学校の朝を迎えるはずだったのだ。たった11年しか生きられなかった彼女の命の重さを僕たちは絶対に忘れてはいけないと思うのだ。ゆきさんのご冥福を心からお祈りするわ。ゆきさんのお母さんをはじめとする遺族の方々は今もなお事件の真相究明となぜこうなったのかという問いへの答えを求め続けているのだ。裁判の行方を社会全体で見届けなければならないのだ。遺族の方たちの悲しみと怒りがせめて真相解明という形で報われてほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。